こんにちは、八雲太郎です。さあ、やってまいりました。こちらは横浜のパシフィコ横浜東京現代アートフェアが開催されております。本家の台湾のアート団体は来年からお休みするということで、こちらのアートフェアの存続もいろいろと噂、憶測流れておりますけれども、それでは早速行ってみましょう。今年もやってまいりましたパシフィコ横浜ということで、冒頭で存続が危ういんじゃないかみたいな噂は実際あったんですけれども、来年会いましょうみたいな感じのメールが来てたんで、開催されるということは決定してるんだなということが判明してましたので、お知らせしておきたいと思います。今回はちょっと特別にじゃないですけれども、搬入の時の様子を少し撮れましたので、少しご覧いただいてますけれども、この会場全体が保税区域になっているということが一つ大きなポイントになってると思うんですけれども、今年に限らず去年とかもそうだったと思うんですけれども、海外のギャラリーさんが日本の方に販売した場合は消費税がかかってくると、日本に居住してない海外の方に販売をした場合はですね、日本国内に入ってきてないので、外国の方が買われた場合は日本の関税というか税率ですね、それがかからないようになっているということになりますので、お得というか日本を基準に考えるとですね、いいのかなという感じがしてますけれども、だいたい皆さん海外のギャラリーというのはこの木箱、クレートと呼ばれる木箱ですね。これで運送をしなければならないという。一番大きい目的は結局保険ということになるんで、段ボールだけで梱包したやつだったら壊れる可能性高いんで、保険もなかなかかけてくれないというか、保険会社も通してくれないという。木箱に入れてください。それかこちらで梱包させてくださいということになるので、だいたいこの大きいクレートが置いてあるところは海外のギャラリーだなというふうに判断ができるかなと思いますね。クレートが並んでいる風景というのがいかにも国際的なアートフェアだなという感じがしますね。ということで本編に行ってみたいと思いますけれども、まずはブースマップですね。今年66のギャラリーが参加しています。そのうち数えたんですけど、日本がおそらく32のギャラリー。韓国が今回は、後で少し話そうと思うんですけれども、韓国が9のギャラリーですね。で、残りが25海外のギャラリー。で、早速動画はですね、ブースマップ、リンクを貼っておきますので見てほしいんですけれども、会場の正面を入ってで、中心の通路というかそういうのがありますので、右にまずは向かって、右側を回って、左側を回るという手順で回ってます。ですので今は右にぐーっと行って突き当たったところで、地図で言うと上に上がる。で、左に曲がって、中央になったらまた右に行ってという風な順路になってますね。ということで、ブースマップとかでギャラリーの名前とかを見ていただければいいと思いますね。相変わらずこのアートフェアに関しては賛否があるというかですね、見る人によってはつまらないし、見る人によっては楽しいしという、それぞれの立場とか、いろいろな、見方によってですね、変わるとは思いますけれども、2023年ですね、その時は79ギャラリー出てたというニュースをさっき見ましたので、だいたい12、3件はギャラリー減ってますけれども、なんかもうちょっと多かった気がしたんですけれども、100件ぐらい出てたような気がしたんですけれどもね、それはさすがに大げさでしたね。会場を広く使うというようなやり方で、もともとアートフェア東京とかに比べると、国際基準の、基本的なブース作りだなという感じがしますので、だいたいどこの海外のアートフェアに行ってもこれくらいの通路の広さ、ブースはもう少し広いブースもあるところにはありますけれども、なんせ見やすいですよね。例えばこの前あった韓国のキアフでこのサイズ感のだいたい4倍から5倍ぐらいあるでしょうし、香港とかね、これの上下でね、フロアが分かれてますから、10倍ぐらいはあるんじゃないかなっていう感じがしますけれども、それに比べると物足りないっちゃ物足りないなっていう感じがしますし、多すぎてもね、バーゼルとかほんとキアフフリーズなんか1日じゃ見れませんし、足も疲れるし、だいたい今回この動画を撮った時間、このぐらいのゆっくりなペースで撮ってもだいたい20分で回れたので、のんびりぼーっと回ってもおそらく会場ぐるっと一周ざーっと見るんであれば30
分もあれば十分な規模感というかね、フェアの全体の雰囲気で言えば、可もなく不可もなくというような感じではあるのかなと思いますけれども、実際韓国のギャラリーとその他のギャラリーを合わせた数でだいたい半分なんで、国際的じゃまあでも日本のアートフェアの中ではやはり一番国際的なアートフェアなのかなという感じはやっぱりでもしますよね。アートフェア東京も2022年とか23年とか割と海外のお客さんが目立ってはいたんですけれども、今年とかそこまでその時代よりも海外の来場者の方をそんなに激しく増えたなっていうか、逆に言うとちょっと減ったんじゃないかなって思ってたところがあるんですけれども、今回のこの東京現代は海外のお客さんめちゃくちゃ多かったなって個人的には思いましたね。特に僕が今回は韓国のギャラリーを少しお手伝いしてたっていうのもあるんですけれども、韓国のお客さん多かったな。その関係者とかじゃなくてですよ、コレクターさんだったりとか、アートラバーの韓国人の方、普通に、旅行がてらっていうんですかね、知り合いのギャラリーも出てるし、みたいなもので、かなり韓国語が聞こえてたりとかですね、外国のお客さん本当に多かったと思いますね。今回、韓国のギャラリーが多かったっていうのは、こことサテライトで同時に、昔はシャトルバス走らせて、東京現代と寺田のアートコンプレックスを結んだりやってたんですけれども、今年もシャトルバス出てたのかどうかわかんないんですけど、そういう取り組みがあって、アートコンプレックス2の空いてるスペースを使って韓国の6箇所のギャラリーかな。それが、ここの展示してる作家だったりとか、別の作家だったりとか、アーティストをサテライトで別で展示をするというですね、コネクトというイベントというか、そういう企画でやっていて、で、それをですね、アートプサンが間に入って、東京現代と一緒にやるということで、アートプサンの関連で、誘致というか、そういう流れで韓国のギャラリーが増えてたので、おそらくですね、そのアートプサンのパンフレット、コネクトっていうところのパンフレットにも、文化、スポーツ、芸術、なんとか協会みたいなのが書いてあったんで、おそらく助成金とかが出て、そういう動きになってたのかなっていう気もしてますけれども。これがアートフェアなんでね、このチャンネルも常に売り上げとかお金の話が絡んでくるチャンネルなんですけれども、売り上げという、売れたのかというところになると、正直ですね、そういういわゆる世界的な、メガギャラリーもそこまで出てないんですけど、有名なギャラリーさんとか、マルチプルで海外のギャラリーで日本にもお客さんが多い、そういうギャラリーでは売り上げは上がってたとは思いますけれども、なかなかですね、おそらくですけれども、実態はこれわかんないんで、公表してないギャラリーも多いですからね。ただやはり評判だったり肌感とかで感じたのは、例えば、初めて出展したギャラリーで、そこまで日本で見せてないアーティストで、いきなり購入するというのはですね、なかなか日本人というか日本ではなかなか難しいんじゃないかなっていうのがあるんですよね。で、そもそも英語も韓国語もできる人少ないじゃないですか。そうすると、外国のギャラリーに行って、最近はキャプションとかもほとんどついてませんから、値段もわからないわけでしょ。で、どういう作家かもわからないでしょ。だけど、なんとなく気になるなと思って見に行って、じゃあ、片言の英語で話しかけて値段聞いて、で、説明受けるけど、なんとなく、それだけでも結構ハードル高いと思うんですよね。で、しかも、海外のプライマリーってやっぱり値段、ちょっと日本の感覚ではないので、ちょっとした例えば30センチとか50センチぐらいの作品でも1000万、2000万ぐらいのが普通に展示されてるわけじゃないですか。初めて見るアーティストのものを購入するってなるとなかなか難しいんじゃないかなという。結局自分の目と、資金力というか予算というのもありますけど、全くオークションとかそういう投資的なことも全く抜いて、純粋にこの絵が好きだと、これ飾りたいなっていうのに、800万とか1000万とか2000万っていう金額を払える日
本の方っていうのはなかなか少ないんじゃないかなってなると、やっぱり知ってるギャラリーで、知ってる作家さんで、名前が聞いたことある作家さんで、とかに、それがまあ言ったら普通の心理になりますよね。なかなか難しいですよね。なんていうのかな、この日本でアートフェア、国際的なアートフェアということ自体がですね、税金の問題もありますし、極論ですけれども、日本で開催するということ自体が10年とか20年とか早いのかもしれないんですよね。地盤がないですからね、なかなかね。言語力も含めてですけど、元々の、ハードルが高いなっていう感じがしますよ。ここに出ているギャラリーさん、特に日本のギャラリーさんだと、そのギャラリーの取り扱いだったりとか、所属のアーティストのトップアーティストっていうんですかね。そういうアーティストさんをやっぱり持ってこれてないというか、展示しきれてないというか、それが寂しいというかですね、やっぱりそこにはいろいろ原因があって、値段的な問題とか、在庫的な問題とか、いろんなものがあるとは思うんですけれども、日本の国内で取引が成立する価格帯の低い作品を展示する方が、という考えになってしまいますよね。ただそれだと今度は、ここの東京現代もブース代がそれなりにうん百万っていう金額がしますので、じゃあそれをペイできる。さらにここで売り上げを上げる。それもまた大変ですからね。じゃあそれで価格帯低い作品を何十枚も売れるかっていうと、それもまた難しい。このアートフェアビジネスっていうのはなかなかギャラリーさんにとってもアーティストにとっても本当に厳しいというか、そんな中でもね、この前の韓国のフリーズ、キヤフはすごい好調だったっていう風に聞きますんで、その時期のタイミングとか、キヤフフリーズ終わった後すぐの開催ですからね。変な話、僕が手伝ってた韓国のギャラリーはキヤフに出てましたので、キヤフを撤収を日曜日にやって、次の日には日本に来てたというですね、超ハードスケジュール。そういうのもあったのかもしれない。規模的に言えば、そちらのフェアのそのダブル開催の方が圧倒的に韓国ソウルのダブルのアートフェアの方が大きかったわけですから、そこで消費をしていたということが逆にそこで調子良かったからここも調子いいんじゃないかっていうふうにはならないのがこの難しいところですよね、アートフェアっていうのはね。あんまり近すぎるとそっちでお金使っちゃってるから、ここでこれの感じだったらいいかなっていうふうになってしまうような感じもしますけど、アートフェアというものが冒頭に言ってましたけど存続の危機みたいなのもありますけれども、実際に台湾の団体は来年からは一旦ちょっと長期休暇みたいなの入ります。根本的な構造というかやり方変えないとっていうことでお休みするということになりましたし、このままブース代も結局その現代アートバブルというかそういうところでアートフェアにプレミア感がつきすぎてしまって異常に上がってしまったっていうところで、ギャラリーも今本当に関税、アメリカなんかもシッピングも高い。いろんな意味で動かしづらくなってるんですよね。グローバルな動きがとてもしづらくなってますんで、今後アートフェアというものがですね、どう残っていくかというか、ギャラリーが売り上げが上がらないと出なくなってしまいますからね。出店ギャラリーがなくなればアートフェアもなくなるわけですから、やっぱりその辺のバランスを考えながら、全体で考えていかなきゃいけないバランスがどうしても博打になってしまう。海外進出というハードルというか壁の高さがいろんな意味で高くなっている。正直アートフェアっていうのってある意味ブームの象徴というかバブルの象徴みたいな立ち位置だと思うんですよね。見本市ですからね。見本市としてのアーティストとしての勝負の場所、見せる場所っていう風な動きがなかなかそのアーティストに本当にプロモーションをこいつを絶対売るんだというか、そういう意思というか結託がないとなかなかいくら何千万も何百万も損しても必ず行くんだみたいな、出し続けるんだみたいな意欲がないとなかなかこれは本当にですね、厳しい世界になってきてるなっていう感じがしますけどね。ということで全体的なまとめですけれども、個人的にはもう少しやっぱり100ぐらいのギャラリーが集まってこの廊下の広さで 1.5 倍ぐらいの広さの規模のアートフェアになってくれると見応えも少し出てくるんじゃないかなっていう気もしますし、日本のマーケットの小ささというか狭さというかそういうものを改めて実
貫したという感じがありますけれども、アートに触れる体験という意味ではとても貴重な機会にはなりますけれども、文化芸術というところでの支援をですね、国もやっていただかないと底上げにはつながらないんじゃないかなというところで、こういった国際的なアートフェアというのは日本の受け皿自体が出来上がってない。この国自体の基盤というか文化感覚だったりとか、非常に後進国と言わざるを得ない立ち位置にあるのかなという。ということで、今回もですね、最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではまた次回。さようなら。